こんばんは、新パイロットきょうきょうです。今日は皆さんが一番悩むポイント、飛行機のフライトプランの作り方をご紹介していきます。私の動画にはいつもこんなコメントをたくさんいただきます。フライトプランの作り方がわからない。目的地までどうやって飛べばいいの？とにかく簡単にルートを作る方法を教えて。そこで今回は初心者の方でも迷わないようにレベル別に4つのステップでルートを作成する手順をご紹介していきます。これを見れば今日からあなたも自由自在に空の旅を楽しめるようになります。早速フリーフライトに入ってフライトプランニングについてお話ししたいと思います。まずレベル1、超基本のクリックだけで即フライト。まずは一番簡単な方法から。細かいことは抜きにしてセスナとかで今すぐ飛びたいという時に最適です。例として花巻空港から仙台空港へのプランを作ってみましょう。セスナを選んだ状態で花巻空港のアイコンをクリックして出発地点として設定を選びます。同様に仙台空港のアイコンをクリックして到着地点として設定を選びます。はい、これだけで完成です。画面上には飛行時間や距離も自動で計算されます。ただこの方法だと滑走路上でいきなりエンジンがかかった状態でスタートします。もしそれが嫌で自分の手で機体を始動したい場合は次の手順を実行します。上部のパネルのプルダウンからゲートや駐機場所を選択します。ただし東京とか関西などの大規模な空港になるとリストが長すぎて探すのが大変です。その場合は空港を最大までズームすると小さな点が多数表示されます。これがゲートや駐機スペースになります。ここから好きな地点を選んで出発地点として設定にすればエンジン停止状態からスタートすることができます。出発地点は砂漠や森林など空港以外の場所も設定可能です。その際、プルダウンで地上シャットダウン状態を選ばないと空中からスタートしてしまうので注意してください。レベル2、EFB を使いこなそう。次は旅客機でリアルに飛びたい方向けです。2024で超強力になった EFB を使います。機体をエアバス A320 ネオに切り替えて東京から大阪までを計画してみたいと思います。最初に EFB を開きます。PC の場合はタブキー、Xbox 版の場合は LB プラスシェア、PlayStation 5の場合は L1 プラスタッチパッドで開くと思います。フライトプランナーアプリを起動します。これは2024に追加されたフライトプランを作る上で強力なツールです。ここのルートをクリックします。出発地の空港と到着空港に空港コードを入力します。東京なら RJTT、大阪なら RJOO となります。下の EFB のマップを拡大すると空港コードが確認できます。空港アイコンをクリックして飛行計画に追加、出発地としてとクリックするとフライトプランとして追加することができます。もしくはこのボックスの中に空港の名前を直接入力することでも OK です。次は到着空港です。ボックスに名前を入力するか、空港のアイコンをクリックして飛行計画に追加、到着地としてをクリックします。これで空港間が接続されます。機体にコードを入れる必要がありますが、どのように設定すればいいの？迷ったら上にあるクルーズフライトレベルのオートボタンをポチッと押してください。機体の性能に合わせて最適な高さを自動的に計算してくれます。もし自分で高さを設定したい場合は、ボックスの中にコードを入力します。例えば28000フィートを飛びたい場合は、
100で割った280を入力すれば OK です。3万フィートであれば300です。ジェット旅客機の場合、3万フィート前後をお勧めします。検索ボックスに空港コードを入力すると、今の天気や風向き、滑走路情報、さらには最新のチャートがその場で見られます。今までのように別サイトで調べる必要はありません。チャートにはそれぞれ役割があり、デパーチャーが離陸した後にどうやって空の幹線道路に乗るか、到着が目的地近くまでどのように降りていくか、アプローチが最後に滑走路へどうやって進入するか、空港タブでは選択した空港のお決まりなどが確認できます。これらの情報を使ってルートを自分で選択していく必要があるのですが、初心者のうちは目的地の方向に向かって伸びている線や、アプローチでは ILS と書かれたものを選ぶのがおすすめです。ではフライトプランナーに話を戻して、ここで離陸に使う滑走路を選択します。次に出発地を追加を押して離陸手順を選択します。手順の名前をクリックすると EFB の下半分にグラフィカルに表示されるので、目的地に向かうようなものを選択してください。手続き変更を押すとその内容が反映されます。次に下へスクロールして着陸の手順を設定します。アプローチの追加を押して使用するものを選択します。初心者の場合は ILS の手順を選ぶのがおすすめです。最後に到着地を追加をクリックして空港まで誘導するためのルートを選びます。進路上のルート文字列を入力をクリックすると、先ほどまで設定したルートを文字列に置き換えたものが表示されます。これを Airbus のフライトコンピューター MCDU に入力するか、2024にデフォルトでついてくるジェット旅客機 737MAX、747、787、A320 ネオ、A321 LR、A330 であれば、送信を押してアビオニクスに送信を押すと、機内のナビゲーションシステムに自動でルートが反映されます。ボーイングの場合は送信後にエクセキュートを押すと反映されます。MCDU、CDU を確認して途切れている部分があった場合は、ボーイングの場合、下の項目を上の空欄にコピーしてつなげるか、エアバスの場合はクリアボタンを押し、途切れている部分を消して準備完了です。レベル3、自動ルート生成で本格飛行。これだけでも十分に飛べますが、空港間の距離が長くなると、途中の経由地をしっかりと設定した方がより安全でリアルな航路になります。でもいちいち全ての経由地を調べるのは大変ですよね。そこで活用したいのが2024のオートルート生成機能です。やり方はとても簡単です。出発地と到着地を設定した後に進路上のルート作戦条件を選びます。今回は A320 ネオのようなジェット機なのでジェットエアウェイズを選択しましょう。この状態でルートを見つけるをクリックすると、たった数秒で離陸ルートから途中の航路、そして着陸までの手順が自動で作成されます。これだけで東京から大阪までの複雑な空の道があっという間に完成します。そしてデフォルトの機体であれば、この状態でアビオニクスに送信を押すだけで、機内のナビゲーションに全てのデータが流し込まれます。基本は自動でいいけれど、ここだけは特定の場所を経由したいなという時もありますよね。そんな時は生成されたルートに経由地を後から追加することも可能です。ウェイポイントを追加を押して、ルートの名前を入力するか、
もしくはマップ上のアイコンをクリックして飛行計画に追加、ウェイポイントとしてをクリック、そして挿入したい場所を選択してあげれば、こんな感じに追加することも可能です。このように AI ベースでルートを作成してもらい、自分のこだわりを少し足すというのが2024で最も賢くルートを作成する方法です。ちなみに苦労して作ったお気に入りのプランは保存しておくことができます。次回プレイするときにインポートからファイルを選択すれば、すぐに同じルートが復元されるので、自分だけの定期便を作って楽しむのもおすすめです。かなりいいルートが作成できました。ただ、マイクロソフトフライトシミュレーターで自動生成されるルートはランダム性が少なく、例えばリアルな世界情勢に合わせたり、効率よく飛ぶためのルートは作成されません。もっとリアルに飛ばしたい方は次のレベルに進む必要があります。レベル4、シムブリーフとの連携。最後は世界中のフライトシムファンが愛用するライブツール、シムブリーフを使う方法です。実際の天候や燃料計算まで含めた超リアルなプランが作れます。このサイトの使い方は過去動画を参照してください。機体に搭載されている EFB などにルートを読み込むための ID を入力することで作成したフライトプランが利用可能です。もし直接 SIM ブリーフが読み込めない場合、一番確実なルート文字列を使った読み込み方法をご紹介します。まず SIM ブリーフのプラン確認画面にあるルートという項目を見てください。そこにはヤンキー56遠目といったアルファベットと数字が並んだテキストが表示されています。これが空の道のりのようなものです。コピーのチャートをクリックして丸ごとコピーしましょう。次に2024の画面に戻り、EFB のフライトプランナーを開きます。離陸・着陸の記入はなしで問題ありません。画面上にあるルート文字列を入力をクリックします。ここにコピーしたテキストを貼り付けます。貼り付けができたら、下にある保存を押します。これにより外部で計算された最新のリアルな航路が一瞬でマイクロソフトフライトシミュレーターの地図上に反映されます。あとは滑走路へ向かうためのアプローチを選択してあげれば、ルートが完成します。仕上げにいつものアビオニクスに送信をポチッと押せば、これでリアルなフライトができるようになります。いかがでしたでしょうか？最初はレベル1から景色を楽しむだけでも OK です。少しずつ距離を伸ばして、いつかレベル4で世界中の空をリアルに飛び回りましょう。最後までご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは良いフライトを。